はい、始まりました。楽しそうですね。はい、今日はわけわかんない回です。またホラー会。いや、ホラー回ではないと思うんですけど、ちょっとホラーっぽいタイトル入れといていいですか。やばい企画が立ち上がりました。なるほど。はい。まあ以前にうん、赤タンやる人に向けて、これからねやる人に向けて10枚選ぶっていう企画あったと思うんですけど、はいはい、各色でやってきました。はい、でそこから派生しまして、はい、統率者、はい、始める人におすすめですよっていう統率者、はいはいはい、選んできました。はいはいはい。でここでまあ3色に行ってもよかったんですけども、はいはい、3色は一回置いときまして、はいはいはい、その前に、はい、今日のタイトルを発表させていただくんですが、はい、今日のタイトルは赤タンをやる上で渋いチョイスだねって僕が言われたいカードトップ10になります。はいはい。大丈夫かなこのタイトル。適当すぎないかな。なんかもうちょっと言葉は厳選した方が良かったような気がしないではないんだけど。これでいきましょう。なんとかなるでしょう。僕がなんかいい感じじゃねって思うはいはいはい、カードを10枚とりあえず選んできたっていう色ごとにやってきますんで、はいはい、分かんないですよ、これ人気かどうか分かんないですけど、予定としてはということね。予定としては色ごとに、まず赤タンで、まずホラーすぎてこうしたる可能性もないとは言えないと。途中終わったらごめんなさい。まず赤タンで10枚変なカードを変なカードで、変なカードじゃない、渋いねって言われるいいチョイスのねカードを10枚選んできたんで、まあ10位から発表させていただきますんで、早速いきますか。はい、まず第10位、はい、赤タンですんで、はい、反動というカード。これは定番ではもうほぼ定番みたいなもんですけどね。まず10位ですから、10位ですから。定番とは言いつつも特殊なデッキでしか入らないわ。結構強いんですが、まず能力説明させていただきますと、3マナのエンチャントで、クリーチャーがダメージを与えられるたび、反動はそのクリーチャーのコントローラーにそれと同じダメージを与える。例えばこの絵が出てる状態で横入りの地震打ったら、なぜか倍だと。倍どころじゃ済まない。倍どころじゃ済まない。冒涜の行動を打ったらばやばいぞ。死んじゃうと。結構赤タンでダメージで勝つじゃないですか。でしかもクリーチャーはそんな展開していかないんですね。だからこれが出てる状態で何か全体火力を打ったりとかすると普通にダメージで倒せるっていうかなり優秀なカードで、再録もされるぐらい結構人気ですよね。エルドレインの森のところで再録されてるんで、こいつは赤タンやるんだったらおすすめになります。はい、僕は大好きです。もうあんまり出してくるとこ見たことないや。いや100枚に1枚だから毎回入れてはいるんですけど。で、まあ、次第9位になります。はい、第9位はファイレクシアの原子というこのカードなんですけども、ディオさんにはファイレクシアの栄光が見えてると。確かに。まず能力なんですが、4マナのエンチャントでアップキープの開始時にあなたはライブラリーの一番上にあるカードを追放します。はい、このターンあなたはそのカードをプレイしてもよい。はい、で終了ステップの開始時にこのターンにあなたが追放領域からカードをプレイしてなかった場合、つまりそれを使わなかった場合、パーストーンを1個タップ状態で生成する。はい、これなぜこれが選ばせていただいた、これ見た感じ能力弱くねみたいな。弱くはない。弱くない。いや他の色々と言われて、基準による。いわゆる8以上とかで考えたらくっそ弱い。まあでもなんでこれがここで入ってくるかって言いますと、赤タンで考えるとこの追放して使えるっていう4マーのエンチャントっていうのは、まあプレンゾーカーもいますけど、よくその使うんですよ。よく使う。で4マナ域のこの追放でよく使うカードの中ではこいつが一番強いんです。よく使うっつってるけど、いわゆるちょっとビッグレッド寄りなデッキだったら使いますよじゃないですか。まあ確かにそうですね。まあ確かにそうですね。ちょっとベルギーとかでは使わないかもしれないですけど。まあでも
あ大体赤単ではこのファイレクシャーの原子が追放系では、まあ、継続的にアドバンテージ取れるカードとしては一番強いよということを伝えたいということでしょ。そうなんですよ、だからここで第9にランクインしてきました。はい、すごいランキングですねじゃあ第8位いきましょうか。第8位はライオンになります。まあ、ここら辺まではまだ知ってるかなぐらいの知ってる人いるかなぐらいのライオン山作ってクリチャーに3点というカードなんですけど、まあ、これは山作ってクリチャーに3点、赤だと山1個咲くってクリチャーに3点ですからね、結構汎用性高いですよね、ピッチ呪文としては。割と赤だと使うと思う、そうですよね、まあ例えばよく使う場面で言いますと、例えば小さい赤単の場合、例えばビルギアであったり、マグダであったり、スライサーであったりのパターン、レンジが前の方にあるやつね。前の方にあるやつだとこいつ結構役に立つんですよ、その山1個ぐらい探っても別にいいかっていうで状況できた方が、例えばハンジ焼けたりとかした方がいいので、これはまあかなり渋いカードです、僕の中では。汎用性が高いですね。じゃあ次何だ、7位か。7位はカナクズの嵐。ここもまあ知ってますか。まだ知ってますか。まだこれはまあいわゆるカナクズの嵐は結構普通の能力なんですけど、それ採用してる人はあんまりいないと思う。本当ですか。クリーチャースイープの方になるから、そのマナーはなくて。3マナのソーサリーでして、各プレイヤーに3点のダメージは各クリーチャーに3点のダメージっていうどっちかを選べる。どっちか珍しいよね。両方か片方だけかが多い中でどっちか選べるということで、これとまあ3マナの3点火力って結構いろんな種類あるんですよ。いろんな種類ありますよね。の中でなぜ俺がこれを選んだかという理由はあるんですけども、これはプレイヤーに3点火力を飛ばす盤面でも使えるし、クリーチャーに3点を与える盤面でも使えるっていうのは、これ結構両方使えるパターンの方が実はありがたかったりするんですよ。例えば3マナ2点火力オールみたいなのはよくあるんですけど、3点をどっちかっていうのはこれしかないので、これはおすすめになります。かなりいいです。で次行きましょうか。ちょっとこの辺からはだいぶ怪しくなっていきますね。これはちょっと何それみたいな方が出るかもしれないですけど次6位ですね。6位、戦争の精霊。これはあまりこれは知ってる人いない。人は見たことない。これ渋いですね。じゃあこれは渋いかもしれない。3マナの11です。でまず場にいてた時、対戦相手が誰かダメージ受けてないと池に捧げられます実質だから誰かダメージ与えてから唱えてください、そうです。ダメージ与えてからまず唱えてください。でいずれかの対戦相手にダメージが与えられるたび、こいつの上に11カウンターを乗っけられます。つまりその数分だよね。その点数に等しい数。ってことは3点与えたら3個乗っかる。やばくないですか凄まじいスピードでは成長しますよ、そりゃ。しかもいずれかの対戦相手なんですよ。誰かが誰かに殴りに行ってもこいつがいきなりでかくなっちゃうと。そうですね。赤でそのダメージが削れるカードではかなり強いですよね。これはまあ一つ難点としては鳥神だっていう。鳥神なので単色でしか使えないと。ので赤単。あとそのいわゆるダメージを削っていくカードの枠が今スライサーに取られているまあでもこいつ結構強いですよ。まあそんな感じですかね。で次第5位いきます。ここから変なカードしか出てきませんね。まあこれもね結構よく使うんですよ。第5位は地盤改変になります。このカードはね確かに渋いと思う。これ渋いですよね。これ2マナのエンチャントでして、あなたの手札にある土地が全てサイクリング赤1マナになります。でこいつ自身が2マナのサイクリングを持ってます。でこれは結構よく使います。赤単ですと。赤単って手札をよく回すんですね。フォーチュン系でドローしていくので、手札をよく回すんですよ。だから土地が手札に溜まりやすいんですよ。なんで土地をそのドロー呪文に変えられるっていうドロー呪文じゃないドロー能力に変えられるっていうのはこれかなりありがたいエンチャントになるので、だからマナはいっぱいあるけどフォーチュン打って
で残ってる状態で、これ設置して土地を泥に変えるみたいな動きができるんで、こいつはかなり優秀です、だからおすすめになります。はい、これ渋いです、この辺は。で次の激渋カード4位になるんですけども、跳ね返りの罠、トラップシリーズですね。トラップなんですけども、これはね、赤タンっていうのは、守るのが結構大変ですあんまり強いカードがない。0が1個、1が1個、2がたくさんみたいな感じじゃない？そうですね結構守るカードっていうのは少なくなってまして、稲妻曲げであったり変更はたきだったり、っていうことになるじゃないですか、その中でこのカードは能力をまず説明するんですが、4マナのインスタントです、でこれは対戦相手が青の呪文を唱えていると1コスで唱えられます、1マナ、赤1マナで、青の呪文を唱えていると呪文を1つ対象としてそれを曲げられると、いうことで一応打ち消しを打ち消すことができるカード、一応ね、赤1マナで一応ねパイロでよくねみたいな話じゃないことはないんで、パイロとか、ありますよありますけど数が足んないと、それでも数はかさ増しどんどんしていくんですよ。そんな中でこれにたどり着くという方は結構いると思いますで意外と知られてなかったりするんで、そうなんだけどね、これ結構赤タンだったらおすすめになります、第4位でした。次第3位になります、これはこれは知ってる人いないかなこの辺はもうだいぶ怪しいこれはね、航海者の杖というカードなんですが、これ使ってる人見たことないよ。アーティファクトです、これ1マナのアーティファクトなんですけど、2コスでこれをサクるとクリーチャー1体対象としてブリンクしますエンド時に帰ってきます、以上です。ほうっていう、それなの何がですかみたいななりますわなになるんですが、例えばそのさっき話しましたビルギとか、マグダとかスライサーみたいな、守んなきゃいけない逃走者の場合っていうのが赤タンではありえるんですよ、その場合この守るカードがありません赤ですからね、赤で守るカードは足りねえんだ、足りないので、なんとこの無色に頼るということになります。これ合計3マナかかってんのかみたいなね3マナで守るというとんでもないことをでも置いとけるんで、置いときますんで、先置きできるんで、先置きできますんで、でも2マナで守るっていう2マナなんだよな弱いですよ、弱いですけど、でも稀に使うことがあると思います。頭の片隅に置いとくと赤の要はレンジが短いで組んだ時に使えると、使えるかと思います。これが3位ですで次2位です、あと2個残ってます。2位はですね、これもう使ってる人はあんま見かけたことはありません。ないですね、僕以外の人で使ってる人はあんまりいないんですがないですね揺らぐ信仰の呪いという呪いなんですけども、呪いですね、呪いです2マナのエンチャントプレイヤー、でそのエンチャントしてるプレイヤーが呪文をコピーするか各ターン内の2つ目の以降の呪文を唱えた場合、2つ目以降、2つ目じゃないんですよこれこれ重要なんです、しかもコピーもだと、コピーもで2つ目以降の呪文を唱える旅です。微妙に範囲が怪しいっていうね2つ目以降だから2個目も3個目も4個目もです、唱えた時その旅がつるのは2点ダメージ食らいます、これ、結構いいぞこれがね、これ無限ストームするのは大体1人ぐらいなんでだし、いわゆる呪文ショックとかと違ってヘイト買わない、確かに1人止めてますよっていうので、こいつかなりいぶし銀の役割を果たしてくれると思います。こいつ第2位です。第2位にふさわしいでしょう。でついにラスト第1位、こいつがかなり激渋だということで紹介させていただくんですが、罪を誘うもの、これもね使ってる人見たことない見たことないよこれ僕は使いますよよく3マナの3に威訳クリーチャーです、であなたのアップキープの開始時にライブラリーのトップを公開します。自分のです、公開して対戦相手が墓地に置くかそのマナコスト分の点数を食らうか選んでもいいんです、つまり3コスが向けましたと、で順番に左から3コス3点食らいますか3点食らいますか3点食らいますかって言ってって、食らわなかったら手札に加える、という
ボブです。絶対土地弾いちゃうやつね。土地だと意味ないです。土地いらないパターンがよくあるんで、土地だともうすぐ墓地行きます。何にも言わずに墓地行きますって言われるんでいわゆる赤のボブですこれがねそんなに強くないように見えるんですが、使ってみると、結構意外と引ける、意外と引けるんですよ。しかもライフ赤なんて食らいたくないんですよ。まあね、相手からしたらね。そうっす、最後の人まで行って、いやいいかってなるね1とか2とかはね、まあいいですよ、弾かれちゃう可能性高いだろうけど、だから1とか2とかって弾かれてもいい呪文なんで大体。ほんまか大丈夫です。大体4とかまでいくと4点からだるいなってなるよね。例えばトーブランとかソロミとか出ると点数が上がるわけじゃないですか。そうね。その場合はもはや払えなくなっていくんだよね。そうなんですよ。だから結構赤のボブということで結構優秀です。まあそんな感じでトップ10やってきたんですけども、いかがだったでしょうかこの企画大丈夫かなこの企画面白かったですかちょっとまあ反応によっては、そう反応によって今後やっていきたいので激渋トップ10のカードをやっていきたいんですので、まあよかったらコメントにこのカードが良かったとか、あとこんな渋いカードあるよみたいなコメントしていただけるとありがたいのでお願いしますということで、あとチャンネル登録よろしくお願いしますということでお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。